こんにちは、熊谷ゆかです。今回は私のオリジナルキャラクターイリアス・ホワイトちゃんの幼少期の設定画を描いていきます。まずはラフです。落書きミリペンというペンを使ってキャラクターの大まかな形を描いていきます。今回描くのは創作潔白のオーリアの設定資料集に載せる予定の設定画なので、キャラクターの様子がしっかりわかるように全身、顔、後ろ姿の3つを1つの画面に描いていきます。リリちゃんは早くに両親を亡くし、おばさんと町の外れで2人暮らしをしています。世間から隔絶して過ごしているので、外の世界への憧れが強く、外の世界を知ることができる本というアイテムがとても好きでよく読んでいるので、本を手に持たせてみました。ここからは配信をしながら描いています。後ろ姿はいつもあまり描かない構図なので少し苦戦しています。消しゴムでいらない線を消しつつラフを整えていきます。視聴者さんと相談したりしながらリリちゃんの服装を考えています。リリちゃんはおばさんと農業をして暮らしているので、可愛いけど動きやすくてシンプルな服装を意識しています。ラフがだいたい決まったので下塗りに入ります。ラフの線画レイヤーの下に新規レイヤーを作成し、隙間なく囲って塗るツールや G ペンを使って下塗りをしていきます。下塗りが終わったら固有色を塗ります。リリちゃんの白髪が目立つように、服はモノクロを基調とした配色で試行錯誤しています。視聴者さんと可愛いけどあまり小綺麗じゃない格好について話した結果、右下のリリちゃんにもエプロンを着せることになりました。右下の絵は畑仕事や家事をしているイメージの絵なので、髪も結ぶことにしました。大体の配色が決まったので大まかにライティングしていきます。この絵はいつもの一枚絵とは違い、キャラ設定画なのでライティングも控えめにしています。前に一度描いたキャラ設定画も参考にして色塗りをしていきます。ここでは配信内で肌の色をきれいに見せる塗り方について話しています。配信はまず慣れなくて喋りながら描くのが少し難しいのですが、一人で黙々と描くのとはまた違う楽しさがあって好きです。左右反転してバランスを確認しています。拡大して顔のあたりを整えていきます。幼少期のリリちゃんはとにかく無垢で純粋な女の子なので、そういう印象の表情が描けるまで描いて消してを繰り返しています。配信が終わったので、ここからは一人で完成まで進めていきます。いつもはラフの線を整えてそのまま線画に利用するのですが、今回は同人誌に載せる絵ということで線画レイヤーを新たに作成し、改めて線画を描いていきます。ラフの雰囲気を壊さないように慎重に必要な線を選び取っていきます。右上の絵の服装ですが、デザインが少し気に入らなかったので急遽変更することにしました。右下の絵も構図が気に入らなかったので目が少し見えるような角度に変更しました。
画面外で資料を見つつ、複数の写真や絵の気に入った部分のデザインを複合するような形で自分が可愛いと思えるデザインを追求していきます。右上の絵の表情を少し描き直していきます。リリちゃんは作中で屈指の美少女という設定なので、容姿が整っているという印象に見えるように意識しています。新規レイヤーを作成し、線画を描いていきます。髪の毛は最終的に厚塗りするので、大体の形がわかるくらいのイメージで描いています。描き終わったので下塗りに入ります。ラフの色をスポイトで取って固有色を塗ります。ライティングですが、今回はアンティークな雰囲気を出したかったので、いつもと違いドライクランプスというブラシに水彩境界の効果をつけたものを使っています。右下の絵も線画を描いていきます。左右反転しながらバランスを確認しつつ必要な線を選んでいきます。先ほどと同じ流れで下塗り、固有色、ライティングの順に色塗りをしていきます。ちなみに肌の影は柔肌ブラシやドライクランプスのようなシンプルなブラシを使い、服の影やポイントになりそうな箇所は水彩境界付きのブラシでアクセントをつけることが多いです。時々ラフを確認しながら丁寧に塗っていきます。髪の毛ですが、私は髪の毛の質感や細かさや感じられる描写が好きなので、水彩境界付きのブラシで一本一本描いていくようなイメージで塗るのが気に入っています。色塗りが大体終わったら、すべてのレイヤーを統合し、トーンカーブを使って色合いやコントラストを調整していきます。そして遠目で見た時に気になる箇所や目が行きやすい顔周りなどを厚塗りで整えていきます。最後に背景にアンティークワークや飾りを描いて画面に華やかさをプラスしていきます。完成です。